それこそ宇宙条約もそれが理由になって起きてるいろんな問題だとかいうのもあるじゃないですか。100年後の未来でそれが害になってる可能性っていうのも十分あり得て、1個文言作るって重いんですよね。じゃあポリシーメーカーの役割何って言ったら、多分ずっとモニターし続ける。今全然条約できてないじゃんって批判されますけど、この間にどれだけの人が何もリスクが起きないように、何もなんかコンフリクトが起きないようにしたかっていう、この条約だけで守りきった。でこの条約の解釈を広げてきたっていう功績も認める必要があるってその方は言ってて、私はすごくそれに感銘を受けて、ポリシーメーカーになったからにはですよ、生涯かけてなんか一本作りたいじゃないですか、自分の名前載せたいですよね。これ作りましたって言いたいですと。傲慢じゃダメだと。今回のゲストは仲間由依さんです。沖縄出身の宇宙政策のスペシャリストです。宇宙政策を経済と科学技術の交差点という視点で東京大学公共政策大学院で学び、ヨーロッパの欧州宇宙政策機関で初めてのヨーロッパ外出身者として活躍されました。またアメリカのセキュアワールドファウンデーションの宇宙持続可能性スペースサステナビリティサミットの現地代表を務めています。そしてジョージ・ワシントン大学の博士課程に進学し、ワシントン DC を拠点に活躍されました。僕がエンジニアとして関わる宇宙、これを政策という視点から見る全く新しい機会でめっちゃ面白かったです。宇宙開発というと技術に集中してしまいますけれども、今回は違った視点の発見の連続でした。こういった普段の生活で絶対しないような質問をゲストの方にして、僕の質問力も上げて、世の中に隠れた知識や知恵を皆さんにお届けできればと思います。それでは早速どうぞ。宇宙政策っていう分野に入られていて、すごいニッチな分野だと思うんですけど、ここに進んだきっかけは何だったんですか？すごい難しい質問なんですけどでも本当に幼い頃からの夢というか目標が国際機関特に国連で働くことで、幼い頃からの趣味が宇宙で、もっと多分天文学に近い方、星を見てみたいな、沖縄出身なんですけど、ビーチで夜空を見てみたいな、そういうのが好きだったので、具体化したのはそれこそ大学時代に就活始まって、 JAXA さんに行きたい、ずっともう宇宙といえば JAXA っていうのしか分からなくて、その状態で見ていく中で、あれ自分ちょっと違うかも、スペシャリストの方かもしれないだとか、そういうところを追った時に大学院っていう選択肢を恩師に与えていただいて、その中ででも国連でもいっぱいあるよみたいな、その恩師がもっと IMF で働いてた人だったんですけど、いやその中でも国連だけじゃなくて国際機関もあるし、なんか自分にだけしかない強みを持たないといけないってのが分かった時に、いや宇宙で行こうと思って宇宙政策ができる東大に院で進学したっていう形になってますね。もともと宇宙に興味があったからこそ、国連と宇宙がそこでつながっていったってことなんですね。そうですね。でも理系じゃないので、そこは本当になんでしょう、中心的な選択肢にはそこまで大学院に進学するまではなかったですね。じゃあ大学院でその恩師の方に教えられて初めてそういう道があるんだっていうのが見えて、もうそこにまっすぐ突き進んでいった。今どうですか、その道に進んでいた時に。いやすごい楽しいです。選んでよかったと思いますし、もちろんまだまだ狭いもんですけど、夢中になれるものって本当にこれしかないし、本当に自分このために生まれてきたぐらいに思えることってあんまりないじゃないですか。そこに今のところ出会えたなっていう感じですね。いいですね。ちょっと前に宇宙と医療っていう分野の割とニッチな専門をやられてる方とお話ししたんですけど、やっぱ今まだあんまり活発じゃないところを突き進んでいってるってところで、ニッチだと思うんですけど、だからこそ見える全体が見えるっていうんですかね、宇宙政策っていうところの分野の全体が見えると思うんですけど、宇宙政策っていうとなんか、宇宙の全てのこと、政策に関する全てのことになるんですよね。だから結構なんか地上の政策っていっぱいあるじゃないですか。それを考えると
めちゃくちゃ広そうだなっていう感じなんですけど。すごく広いですね。特にその広さって結構国ごとに変わってくると思うんですけど、まあ基礎的なものとしては科学技術の政策、あと外交で国際政治みたいな部分が絡んできて、で経済成長みたいなところに行くかなと思うんですけど、その広がりようってもう本当様々で、日本はそこに災害対策だったり入ってきたりとか、本当いろんな省庁が今取り組んでるのがその本当に顕著な現れだと思うんですけど、そうですね、日本は、まあ、宇宙の特徴としてはロケットを持ってる、で人工衛星がある、でその利用があるっていうことで本当にその幅が広いので、もう一口に宇宙政策といっても幅広いので面白いですよね。全体感をつかむっていうのも面白いですし、そこをもっと掘り下げていって、あとはその中でのシナジーだとか、いろんな分野分かれてはカテゴリーで分かれてはいるけどつながってるよねみたいなものが一本線になって見えた時とかの面白さっていうのはすごいあると思いますね。なるほど。そういうことか。ちょっと宇宙政策っていうことの、言葉自体は、なんとなくでしかイメージが僕はいてなくて、エンジニアなんですけど、っていう視点からすると技術はわかるんですけど、あと、宇宙に関するものでいうとビジネスとか、あと、それこそ政策とか、この3つの3つの歯車が噛み合ってきてるっていうのが、最近僕も分かりつつあって、ただやっぱこう宇宙に関して分かるけど政策っていまいち分かんないなみたいな人にこうどうやって僕に宇宙政策っていうものがこういうものだよっていうのを教えてもらえるとしたらどういう説明しますか？いやまさに今本の執筆をしてて、そこをまさに自分の中でも掘り下げてる部分なんですけど、国家の戦略っていう部分が、戦略の策定、実行、評価、これが一連のポリシーメイキングで、それを宇宙産業だとか宇宙の安全保障だとか、宇宙に関わる部分のいろんなセクターに通じたもので、その統括パッケージっていうのが全部まとまって宇宙政策だと思ってて、で、そのポリシーメーカーが別に政府の人ではないとは思ってるんですよ。どこにいてもいて、産業にもポリシーメーカーがいるように、その戦略とかを一括して考えてる人はみんなポリシーメーカーであり、それは宇宙政策だと思っていますね。そうするとそうですよね、なんかポリシーメーカーっていうとやっぱ政府の中にいる人のイメージで、でも中間さんはそういう立ち位置では今なくて、それこそスペシャリストっていう立ち位置でヨーロッパだとか、アメリカに行って、専門家として活動されてるわけですけど、政府の人たちのやることとはどう視点が違うんですかね？すごいいい点だと思ってて、シンクタンクとコンサルの2つのセクターでの経験があるんですけど、その中から言わせてもらうと、ステークホルダーにもっと近い視点で見ることができるかなと思いますね。それこそボトムアップで見れるっていう点、もっと声を聞ける。で、あとは、自身の経験としてアカデミアにもいたので、アカデミアよりの研究視点も持ってきますし、そこら辺のすごいフレキシビリティはあるのかなと思いますね。研究か、技術に関しての工学でいう研究って分かるんですけど、政策に関する研究は社会学に入るんですか？それ社会学にも入りますし、でも私は経済で来てるので、絶対に経済学をここに宇宙政策にやりたいっていう思いでずっといて、その課題意識としてはスペースポリシーってみんな言うんですけど、やっぱり法が多いんですよね。まず法が来て、次みんな政治の研究したりするので、社会科学の中でもそこの2つがすごくメインになってる。で、一番びっくりしたのがデータを介した議論ってあんまりなくて、なのでそこをやってデータが全てだとは思ってないんですけど、やっぱりそこミックスメソッド、マルティメソッドみたいなところでそこをつなぐっていうのをやっていかないといけないんじゃないかなと思っていますね。なんか最近言葉で聞いた EBPM でしたっけ？それがデータを使った
ポリシーメイキングってことですね。そうだと思いますし、その方向性は間違ってないんですけほうど、そこに私はすごく疑問を持ってまして、数字って時にはすごく刃物みたいなものでなんか脅威になりうるんですよね。っていうのも1個出しちゃうと、それがどんな経緯であれ1個のその市場規模とかまさにそうなんですけど、4兆円ってもう数字が大きすぎて、どこもかもにナラティブとかそのアドバタイズメントとして使われてしまう。それって良くなくて、それ他の見方もあるよねみたいな、その他の見方を潰しちゃうような数字の使い方は良くないと思う。なので私がもっとやりたいのは、ポリシーにつなげるっていう意味で EBPM の方向性は一緒なんですけど、そこではもっとモデルを示したりだとか、やっぱりそこに柔軟性を持っていかないといけない。政策って一番柔軟性が大事なので、そこの意味で数値を活用する、でも他の議論を遮断しないっていうのが EBPM っていうそのジェネラルな理解だと足りてない部分があると思いますね。なるほどね。そうすると多分定量的な評価って新しい、数字とか出てきて、でそれに対して、数字が一人歩きしてる状態っていうのがそうまさに良くなくて、うんうんうんで、その裏にある背景とかで政策方針とかって、定量的にならない部分は定性的な部分があるん本当で、それもひっくるめた上で数字を活用して、で政策新しくつなぎましょうよみたいな。まさにもう言葉で言うのは簡単ですけど、そのバランスっていうのを私はすごく大事にしてて、私は経済をやりたいっていうよりも、経済のバランス今足りてないよねっていう問題意識です。そこももっとやっていこうよ、でも最終的にはそこはやっぱり定性定量のマルチメソッドのところに行き着かないといけないんだと思いますね。それを今じゃあまさにやられてる、まさに研究されてるような内容なんですかね。はい、そうですね。もっと聞かせてもらえますか、それ研に関して研究内容に。究テーマは、スペーストラフィックマネジメントっていう宇宙交通管理っていうのをやってて、それには主に2つのセクターが含まれるんですけど、まず1つが皆さんご存知の宇宙デブリっていうのの中でMIT さんだとかジョージアテックのそれこそラボとずっと話してたのは、どうやってコリジョンリスクって測るのっていう、リスク計算ってそこにないのに何の話をしてるんだっていつも思っていて、リスクってどうやって1個の衛星に対するリスクでもいいですし、宇宙軌道上全体のリスクでもいいんですけど、デブリが増えることでその衛星運用してる側にとって何のリスクがあるの、どれだけじゃあビジネス側が知りたい担当直入な質問にすると、どれだけお金かかるの、もっと運用のお金かかるの、それともかかんないの、別に壊れてもいいのみたいなところの計算方法っていうのが、それこそ保険会社さんだとかずっと車の保険とかでやってるじゃないですか。車の衝突リスクと同じ計算でいいのとか、そういうところを見てまして、なんでそれを政策でやってるか、なんでじゃあ理系のラボだけじゃダメかっていうのが一つすごいいい例がある。超有名大学米大学さんが作ったのが、宇宙の軌道上のキャパシティを測る、だから軌道に対して限られてると。でそこに何個衛星が入るかを計算するモデルを作ったんですね。軌道上で、何個運近づ用できるかきすぎると危ないから、その同じ軌道の中に何個入って大丈夫か。それとコンステの構造の形成の仕方とかもありますよね。はい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 、そういうのでもそれも考えた上ですごく高度なそういうモデルを作ったと。そうです。でも絶対にそれ政策に持ち込めないんですよ。っていうのが、これはもうポリティカルコンフリクトを生むことでしかなくて、じゃあそのモデルができました、何個ありますっていう大きな議論がじゃあ国連で出たとするじゃないですか。その次の議題って何になるかって言ったら、じゃあ何個をどの国にどう割り当てるっていうアロケーションになるじゃないですか。もうだから上限が決まった段階でどこがどこをどんだけ取るかっていう話になっちゃうんですね。それもさっきのデータのその脅威でもあるんですけど、一個それが出ちゃうともうね、うまい政治の持ってき方ができなくなるんですよね。制限されてしまう。
それがどれだけ正しいデータであってもそれは使えなくて、で多分この、ラボに話したら彼らにとっては計算することがすごく魅力的で目的だったんですよ。で正しいんですよ。素晴らしいモデルなんですよ。でも使えないんですよ。そういうところを私はやってました。それが、1個デブリの話で、2つ目が安全保障を、やってて、軌道には、皆さんご存知のようにコマーシャルなものもあればガバメントのものもあればミリタリーのものもあると。でそういう中でどうやって運用していくのみたいな、そこら辺のコミュニケーションをみんな大事って言うけどちゃんとできてるみたいな、どうやったらコミュニケーションできるようになるのみたいな、もっと政治的な話になってきますけど、そこを中心にやってましたね。で、その全体的なものとしてゲーム理論っていう経済の理論を使って、あとは、私の興味としては全てを俯瞰してみた上で、やっぱり先進国とイマージングアクターズには責任の所在の大きさって違うと思うので、そこをどうゲーム理論に落とし込んで見れるかっていうところを、やってましたね。そのゲーム理論に、今までの過去の実績、特に宇宙開発を今までやってきた、アメリカ、日本、中国、それ以外の国と、今開発している途上の国、インドとかも含めて、その何ですかね、これまでの役割をゲーム理論に組み込んでる、これまでやってきたことの責任をゲーム理論に組み込んでいるってことですか？それともその辺のゲーム理論自体はそういうものがあって、そこに付加価値として考えましょうみたいな話なんですか？それがおっしゃっていただいたのがあれば最高だと思うんですけど多分ねそこはねディスクリプティブになるんですよね。もっと定性的に示すと、でやっぱりモデルっていうのはシンプルなので、そこは今ある時点でのコスト&ベネフィットの費用対効果の計算に近いと思っていただいてよくて、この技術が今ある段階で、これが壊れた時に故障費用をこの技術だったらどれぐらいかかるかとか、それを開発するまでにどれだけかかったのか、ケースを埋め込む形になるんですけど、今あるもので測る。でもそのモデルはいつでもアップデートできるし運用できるリプロデュースっていうものである必要があるのかなと思ってますね。今のこの現状の国際的な関係はそのゲーム、今やられてる研究内容の理想状態からすると、どれぐらいかけ離れてますか？難しい質問ですね。国連の宇宙委員会にも出席してたので、そこで繰り広げられるなんだろう、そのアカデミアでいう家庭一が通らないのが国連だったり国際政治だったりする。家庭一っていうのはデブリってダメだよねの議論がまずないんですよ。そういうことかっていうのがすごい面白い例を挙げさせていただくと、そのコンステDark and Quiet Sky っていう宇宙って今デブリが増えたら天文学にとってもすごい悪影響だよね、見えなくなってるよねみたいな議論があって、だからそこへのイニシアチブをやろうねっていうところで、コンステダメみたいな、ダメとは言ってないですけどそういう方向に行くようなイニシアチブが始まったんですね。でそれに対してアメリカも中立ですよね。そこは自分が一番コンステをやってるので、そこはダメとは言えないけど中立でもダーク&クワイエットスカイを作るのは大事だと、そういう中でまとまったんですけど、イランが猛反対したんですよ。それなんでイランってなるじゃないですか。宇宙アクターそんなメジャーでもないよ、で彼らが言う主張としては自分たちをモニターするなっていう議論に持ってきたいんですよ。コンステレーションでそうですね、もう軌道上にあると全部見られちゃいますもんね、森本センシングで。だから、対ある国への
ナラティブだとか、反応へ持っていくチャンスとして全然目的外の部分でこのイニシアチブを深めようだとか、それともやらせないだこうみたいなところが全然違うところで生まれちゃうんですよ。だから私が言ったその家庭一致が通らないっていうのは、それがリアルな場だと。なのでそれを踏まえるとかけ離れてると思いますね。そっか。それぞれの国の思惑がまさに 100何カ国の思惑が一致するわけないと。そうなんで、そういう意味で私は宇宙政策ってまとめるのがあんまりよろしくないなと思ってて、宇宙ってそんな特別じゃないよって言った方が多分いいんですよね。ポリシーメイクだって自動車政策なんてないじゃないですか。っていう意味で、科学技術政策の一環であって、で今の議論で言えるのはやっぱり他の分野とのシナジーを働かそうとする意図があるわけで、宇宙だけ見てたら絶対にイーロンが反対するなんて多分思わなかっただろうし、その一般的じゃないところでいろんなイントリケートななんか、違うものがあるわけじゃないですか。っていう意味で宇宙政策じゃないそれが特別じゃない未来っていうのがあった方がいいんじゃないかなとは思ってますね。どうしてもやっぱその宇宙の話をしだすとやっぱり他の産業と違って軌道上つまり国境がないところに人工衛星を飛ばしたりロケットを飛ばしたりするからなんかやっぱどうしてもその宇宙って取り上げがちというか、他の産業とはその部分はどうしても違う部分があるのかなってイメージなんですけど、中間さんの考えとしてはそういうもちろん違いはあれどあんまり隔離して考えずに他の産業と同じような、例えば宇宙だともう人工衛星打ち上げた段階でもうそれこそ他の国の領空の上他のどこの国にも属さない宇宙空間に人工衛星が飛ぶとかっていうので、もうそうすると安全保障の話とか外交の話でもう必ずしも出てくると思うんですけど、そういったものも含めてそういうのあると認知しつつも、あんまり隔離して宇宙だから特別みたいな扱いをしない方がいいっていうような感じなんですかね。もっとその広い視野を持った方がいいっていう意図が私の意図として強いんですけど、それこそ外交だったら外交政策ですし経済だったら経済政策ですし、でもなんで宇宙政策ってあるのかなの根源はやっぱり国のお金をすごく必要とする産業だから、産業だけじゃなく事業だからっていうのがあると思ってて、それが、いろんなセクターにまたがってるから、だから安全保障だけじゃ語れないよねみたいなところっていうのが、宇宙政策たるゆえんだと思うんですけど、そこにいるアクターとしてはもっともっと他も見ないと絶対に解決できない議論、こうなって狭くなっては解決できない議論なんだと思いますね。空畑の記事の中でも宇宙政策策定のポイントは社会経済に対してでも安全保障向けでも同様に何がニーズか真のニーズか見極めることっていうふうに書いてらしてて、それが視野を広げて、何が本当に必要なのかを見極めるってところにつながるんですかね。つながるというかそういう話ですかね。まさに、そこの議論になると思うんですけど、そこのニーズを見極めるっていうところで言えるのは宇宙政策は手段でしかなくて、政策自体ツールでしかないわけですよ。社会問題の解決ってことですよね。間違いなくそうなので、やっぱりどこかにその意図があるわけで、そこを見極めるのが大事で、国外の国際関係で相手との交渉の中で見極めるっていうのはすごい一番分かりやすい例ですけど、国内でもですよね。ガバメントが必要なインフラって何みたいな、ガバメントが必要な宇宙技術と市場が必要な宇宙技術は違うはずで、経済学的な話だと公共財って違いますよね、性質が。で公共財と、民間の財ってやっぱり違うわけで、そのグッズの分け方ってすごく必要で、そういう意味ではニーズを見極めるっていうのは外交だけの話じゃなくて国内でも経済政策でも安全保障でもやっぱりそれが変わることで国のお金の渡し方がまた違いますし、宇宙政策って
全部民になるとは思ってないですし、そこはもう非常に限られた分野だと私は思ってて、幹事が結構悪くないんですよね。幹事が大きいのってやっぱりガバメントに必要なインフラを作ってるっていう意味で、基幹技術になり得るっていう意味だとも思うので、そういう意味で官で何を持っとくべきかの目的を見極めることが必要。そういうのが真のニーズを見極めるっていうことなんだと思いますね。そうか、そのニーズを見つけて、でさらに民主というかそっちに移るような戦略も一緒に立てていく。必要です。でもそれこそ、違いで言えばうち戦略基金が今8兆円目指してますけど、8兆円がゴールではないんですよ。そこはやっぱり何かのゴールにつなぐためのツールでなくていけなくて、だから政策は手段なんですよ。でここを考えきれてない、ビジョンの方を考えきれてないっていうのはすごい今どこの国も問題であり課題なのかなと思ってますね。その宇宙政策に関して、宇宙戦略基金のゴールが見えてないみたいなところになるんですかね。宇宙政策戦略基金10年間で1兆円を出すと言ってると、エコシステムを作ると、その中で競争力を強めたり、もっともっと科学技術の真の知見を深めたりだとか、国際競争力を強めるっていうのがありますよね。10年後の未来描いてる人いるのっていう、その中で戦略基金の文書の中で10年後を見れてる人がいるの。それこそ8兆円とかじゃないですよ。10年後日本はどこの方向性に進むべきで、他の国と何がそこが違って、今とどうパラダイムシフトを起こしたいの。1兆円使うからにはそこまで考えないといけないと思ってて、そこがないなっていう話です。割と足りないのか。なんか資料とか見てるとほんわか書いてあるようなイメージもあるんですよ。なんだ技術戦略。でちょっと詳しく覚えてないですけど、市場規模を拡大させるっていう点と、あとなんだっけ、その例えばロケットでいうと2030年に、なんだっけ30回打ち上げみたいな、で基幹ロケット10回で民間ロケット20回、どっちか忘れましたけど、そういう打ち上げがあってみたいな、そういう未来をもっと細かくしていくべきっていうことなのか、もっと全体包括的なビジョンがないっていうことなのか。中間さん、後者ですね。書きすぎだと思ってます。技術戦略はあれはあんまり否定したくないというか、本当にブレインな人たちが、第一線の人たちが書いたものなので正しいですけど、政府の機能、そのトップダウンでもしやるなら方向性を示すべきであって、あそこまでやられちゃうとビジネス側が出しにくいので、その提出だとか、それに沿ったものをしなきゃいけないっていうのはあんまり良くないことで、で戦略基金の一番の良い点は長期的に多年度予算じゃなくて長期的にお金を出してくれるっていうところだと思うんですよね。その良さを潰しちゃってるなって思ってて、細かすぎるとそれだけ制限があるっていうことなので、政策って最初の宇宙政策の話にちょっと戻りますけど、規制みたいなところと政策イコール規制とか、政策イコール政治って本当に大きな間違いで、そうじゃないんですよ。もっとディレクションを示すだとか、そのガイドするっていう役割の方が大きくて、ガイドとあとは何かそれリスクがあるって言った時に先にそれを見つけてコントロールする、そうならないようにするっていうところがあるので、そういう意味では戦略基金っていうのはもっとね、大きいビジョン、ここに行くぞ日本はっていうのを目指さないといけないと思ってて、それをやるには、文章を書くときには今ある企業の事業を見てはいけない。なので文章は結構これって他の企業さんがやってるなみたいなのがすごく専門家の皆さんには思い浮かぶところだと思うんですけど、じゃなくてもっと大それた、いや日本はここに進むんだっていうのを示してよかったんじゃないかなと思いますね。なるほど。ボトムアップの一部があるからこそっていうか、その今の企業がやってることの
延長っていう意味で、うんもちろん今の専門家、今の事業がやってることとかっていうのは、全くゼロにするっていう考えで進められないから、どうしてもこう、聞き込みっていうのが、聞き込みというか今の状態を把握してそれに対して次ステップっていうところだったのかなっていうのが、そういうふうな置き方をしたのかなっていうふうに見えてしまうんですけど、やっぱもっとトップダウン的に僕たちはここに向かうんだっていう方向性ビジョンが欲しいと。そうすると、そのさっきの何ですかね、なんだっけ、ABPM 方向性だけ示すとなかなか数字って出てこないじゃないですか。でそうすると方向性を示した上でそこからさらに細かくしていって数字を出すというか目標を立てるみたいなのが必要になるんですかね。そのイメージで言うと、例えば30期2030年までにっていうのは分かりやすいんですよ。割とそういう目標なのねっていうので分かりやすいんですけど、そのさっきの方針を示すっていうもっと大まかな、ビジョンを見せるってところとこの数字で、定量的に評価しましょうみたいなところどう折り合いつくんですかね。私は政策策定の中で数字が一番効果があるなって思ってるところは現状を示すところの策定よりも前ですよね。現状把握、どんな市場があるの今っていうところと実施じゃない評価です。ここの2つですごく使った方がいいなと思ってて、そこの間に実施のところとかに混ぜちゃうとやっぱりフレキシビリティがないんですよね。企業さんにとってすごく肩身の狭い思いをさせてるなと思ってて、で方向性がそれを潰すことは全くないと思ってて、企業さん技術あるの、特に宇宙産業なんてサービス業じゃなくても技術あるので、その中のサービスありますよ。だけどその技術って技術者さんご存知のように1個だけの事業のための技術じゃないですよね。っていう意味でそういう意味での方向性です。なのでそこはもっともっと応用が効くというかで、逆に数字を最初に見せすぎちゃうと今それこそ出口戦略飛躍性って言いますけど、そんなん分かるわけないじゃないですか、この科学技術に。それはもっともっと余地があるので、今、経済が分かってたらそれは政府のお金なしに VC さんが払ってやってますよ、ビジネス、じゃないところに政府がお金出してくれるんだから、そこは科学技術政策とは相性良くないなと思いますね。そういうことか。今の延長線で考えすぎというか。そうです。それこそ多年度予算ならしょうがないと思いますよ。でも本当に大きいことして1兆円使う、国民の税金を1兆円使うって言ってるんだから、それはもっともっと大きいことしないと、延長線でやって10年後同じでした。じゃあまた1兆円払うのっていう話になるじゃないですか。なるほどね。で今日本の宇宙政策に関して意見いただきましたけど、ヨーロッパとかアメリカでも今実務と、研究もされてて、でその経験の中で、日本も俯瞰的に見る視点があると思うんですけど、やっぱヨーロッパアメリカと比較して日本はどうなのかっていう点と、あとは今の新興国ですよね、中国インドとか、そのあたりの宇宙政策ってどうですかっていうのをお聞かせください。日本は素晴らしいと思いますね。いろんな課題をそれこそ述べさせていただきましたけど、それはもっともっといくためのもので、政策メイクっていう意味ではちゃんと政策策定者さん把握してらっしゃいますし、あやふやなものではないですし、どういうところに持ってくのっていう話で私の中で意見はありますけど、全体的に見てすごくいいものだなと思ってて、すごく簡単に特徴をいろんな国の述べさせてもらうと、アメリカはやっぱり強いですよね。覇権を目指してますよね、宇宙での。で言葉を選ばず言うと、宇宙にある新しい全てのものを英語で書きたいと。それが他の言語であってはならないという彼らの意地がありますし、お金をすごくかけてなんで人を飛ばすのって思いますよね。旗を立てるためですよね。でもロボットじゃとかいう議論にならないんですよ、国民が。やっぱりそういう国民の熱い声だとか、あとは狂った億万長者がいますね。
なのでそこはアメリカ面白いですよね。でも今アメリカに留学してポリシーを学んでますけど、あまり面白くないなって思った点は、ポリシーメーカーとして安全保障を言っちゃえば、アメリカの宇宙政策の全てのファンデーションに安全保障っていう理由があって、それを理由に書いちゃえばどんなお金でも通るんですよ。それは本当に日本の宇宙政策には全然アプリカブルじゃない、適用できない部分なので、彼らのそれが強みですけど、違いがあるなと思いますね。その安全保障っていうのがつまりアメリカでやるというか、アメリカっていう威厳を示すための安全保障というか、我々が覇権国家であることを示すための安全保まさに障ってこと。覇権を取るための安全保障です。それがもう根底にあります。根底にあるから、はい、全てだと思います。ロケットも衛星も何のビジネスだってスタートアップさんそこを目指してなくてもそれを書いて出しますしね。そしたら通りますし、その安全保障しかもお金が大きいので出るお金が大きくて、それこそ悲劇なんて聞かれないですよね。リスクだからやるよっていう、アジャイルに素早く動けるっていう点で、そこら辺はビジネスとの相性がいい部分。それこそ今宇宙政策特に今どこにいるのって、私たち宇宙産業の中のどのフェーズにいるの、もう国家事業は終わったよね。でも市場はまだできてないよね。その中間にいるけどその中でもどこにいるのみたいな。でビジョンを書くって言ってるのは、いっぱいいろんな産業を支援する時代は終わったよって思ってて、今こそそれこそ経済の自由市場だったりが別に出てきていいと思うんですよね。いろんな企業を別に残すことが政府の役割じゃないですし、潰れるところは潰れますし犠牲が伴いますけど、人材は潰れないので、その母体がいなくなっても人材は動くので、なんかそういうところが今ちょっとアメリカにはあって、そういう部分ですごいいろんな人材の流動化だとか、それに伴うお金だとか、それがすごく素早く動いてるっていうのがアメリカの宇宙政策だったり、そういうところのあと一つの特徴だと思いますね。今めちゃくちゃすごい数のスタートアップ宇宙で出てきてますもんね。ありますね。なるほど。それが今アメリカで起きてること。だと思いますね。ヨーロッパはヨーロッパはすごく面白くて、というのも私最初に宇宙政策学んだのがパリとウィーンだったので、全ての宇宙政策の基礎みたいな、私の頭の中ヨーロッパ視点なので、なるほど。それで面白いのが彼らは27カ国の EU 諸国で書く文書なので、文章を見てもねよくわかんないんですよ。っていうのもみんながいいねって言えることしか書けない。で27カ国の中でも技術ある国が本当3カ国4カ国ですよね。でその他はそれらの国に利益のおかげで利益をもらってる国なので、経済的にもあんまりまだ発展してなかったりみたいなところが一緒になって書くので、あんまり文章は書いてないんですけど、戦略を立てるプロセスはめちゃくちゃ面白いんですよ。なのでポリシーメーカーとして一番私が面白かった時代は欧州にいた時です。っていうのも書けないけどそれを全部見れる、その27カ国をいつも調整しないといけないっていうのが面白くて、でその結果行き着いたのが安全保障はやれないと。安全保障は NATO がやると。でEU の中でやる ESA がやるのは商業化ですよね。商業、ずっとコマーシャルが強いで、民間企業との連携っていう点をずっとやってきてる。でその中でもどの民間企業を支援するっていう点でどこの国が強いっていうのがまた出てくるんですけど、それがすごい特徴であり、遅いですけどルールメイキング、それこそ政治の話をさせていただくと、イギリスがトレードディータリフの関税のディールを米国ともう先日決めたじゃないですか。それは交渉で粘ってもう決めたんですけど、それはイギリスが EU を離れてたからだっていう視点もあって、 EU だったら EU 全体で動かなきゃいけないので、みんなで足踏み揃えてから交渉になるじゃないですか。でも今回はすごくイギリスが単独でやって初めての国としてちゃんと大統領と話してトレードディールをちゃんとどっちも納得する形で一旦抑えたと。
でそういうところで家は遅いんですよね。っていうのが課題であり、常に内部政治があるっていうのがいい面白い点であり難しい点ですね。やっぱどうしてもいろんな、民主主義的な話になるとどうしてもこういろんな人の意見が出てきていろんな国の意見が出てきて、決めるのが遅くなるっていう。間違いない。これはどうしようもないんですかね。民主主義だから、そういうプロセスになると思うんですけど、それこそそれが面白いってところだと思うんですけど、なんか早くなんないのかな。中国がいい例ですよ。そうですよね。まさに強いですもん。でも彼らに覇権の意思はないと個人的に私の意見として国際政治を学んだ私の意見として思ってて、彼らに宇宙であくまで覇権の意思はなくて、彼らがなんであんなに宇宙やりたいかって言ったら、宇宙が多分科学技術の中で残された唯一なんですよね。そこでしかないからってなった時にトップダウンがすごく効くんですよ。っていうのも、じゃあもう宇宙しかないって決める、国家がそこに進むと戦略が決まる、そしたら優秀な人材をもう一箇所に集約する。でそこにもうある技術をやるって決めて集約的にお金をつぎ込む。もういい技術しかできないじゃないですか。なるほどね。宇宙しかないのか。 AI とかも含めて宇宙しかないっていうふうに考えてるのか。宇宙が強いと思いますよ。そうなんですね。それをAI を全く否定するわけでもないですけど、それこそ日本が持ってる他の技術の幅、数、アメリカが持ってる先進技術の数、それが国際競争力が持てるものって考えたら、すごくそれは中国の中ではハンドフル、数が限られますし、そこでそのボーダーを越えてできるっていうところ、どこからも制裁を受けなくやれるっていうところでは宇宙は本当にトップの何個かの技術に入ると思いますね。その宇宙技術が発達することで覇権を目指してなくても得られる利点、国益は何なんですか？覇権を定義は世界を全部制覇するみたいな、世界全部ってなると思うんですけど、でも中国がやろうとしてもっとソフトパワーの部分で限定的な国への影響力って考えるとそこは強いと思ってて、それはやっぱり ASEAN だったりアフリカの諸国だったり今すごくつぎ込んでる部分ですよね。そこへの市場って見ると宇宙は強いし、ソフトパワー、プラスハードパワーとしても強い部分、強みになる、今後の強みになる部分なのかなと思いますね。そのソフトパワーをもうちょっと教えてもらってもいいですか？中国が目指してる。すっごい難しい部分ですし情報も限られてますけど、一つのいい例はそれこそ ISS みたいなその軌道上じゃないな、月のステーションを作ると。でそこはやっぱりすごくソフトパワーというか他国へついてこいって言える力ですかね。でアルテミスと対抗で他のものをやったりしてますよね。そういうのっていうのはやっぱり他の分野にも波及するもので、そこでどの国がサインするのみたいな、やっぱり世界の中にはアメリカ主導じゃない方がいいと思ってる国もあるわけですよ。そこをどう取り組むか、でそことどう協力するかでそこの市場をどう取っていくかっていうところのゲームになるんだと思いますね。でも本当に私たちが理解できない以上に彼らは違うゲームを描いてると思いますね。それをいつもみんな悪く捉えますけど、それ知らないだけの可能性もある、悪い可能性もありますけどそこは悪さだけではないと思ってて、知らないところを彼らは違うゲームとして見てるというのがあると思いますね。でトップダウンって言いましたけど長期政権、一党政権のいい例としては彼らがずっとやるので政権、変わらないじゃないですか。それが超党派バイパーティザン、アメリカではバイパーティザンですけど、その一致したずっとの意見になっていくので、そこをつなげもう宇宙で必要なことですよね。長期的ないっぱい集約的にお金がつぎ込まれる事業経営、なるほど。だからそういった意味では
アメリカ、西洋諸国、日本も今どっちかというと西洋諸国の、マインドセットイデオロギーで動いてますけど、それの目指してる宇宙開発の姿、将来の姿と今中国が見てる、目指してるどんどん、中国って本当に着実に間違いないと思います。一個ずつ自分たちでこなしていって、宇宙ステーションも作っちゃってますし、月の裏側に飛ばした宇宙機なんて多分世界初ですし、一個一個も着実に自分たちのものにして血肉にして進んでいこうみたいなマインドセットがやっぱ強いですよね。でそういった意味ではやっぱ先にっていうよりかは自分たちが土台を作るんだというか、そういう考えがあるんですかね、やっぱり。それは本当に全世界が称賛すべきものだと思いますし、土台があると思いますし、そこで国内経済が動いてるのも事実だと思いますね。そこに行くことで、じゃあ宇宙ステーションに宇宙ホテルビジネスを作りました。じゃあそこのお金動きますよね。エコシステムを作ってるんでしょうね。そこのゴールをどこに見てるかは分かんないですけど、お金が動くことはもちろんですし、そこの影響力が強まればナンバーワンになればなるほど影響力がソフトパワーっていう意味では強まるので、そこを牽引する力っていうのがついてくるのも事実だと思いますし、プラスマイナスはないのかなと思いますね。でどこまで彼らがそれを描いてるのかっていうのは疑問が残りますし、それはやっぱりまだまだ技術の世界でサイエンスの世界なので限界はまだありますよね。それを突破できるかもしれないけど、まだそこには不確実性があって、そこを彼らがどうリスクヘッジしてるのか、どこまで描いてるのかっていうのは今からすごく見てて面白い部分だとも思いますよね。で彼らとのね協力も悪くないと思ってるんですよ、ある一部では。っていうのは技術的な協力はもちろん難しいですけど、国連でサイドイベントとかあって、一番最初に国際平和のワード出すの中国の代表団なんですよ。彼らのブレインすごくて、そういう特にアルテミスと対抗でやってるものとかいうのには最終目的は平和にあるっていうのは、表面上だけかもしれないですけど、そこは言ってることなので、声を大にして言ってることなので、そこの点ではちゃんと話を進めていくっていうのが必要なのかなと思いますね。それがもちろん中国をリスクとして見たとしても、話をそこの部分で折り合いつけて話していくと、何がリスクになりそうかって見えるっていうところで、うまい付き合い方ってすごく大事だと思います。それは時として変わりますよ。彼らの意図なので、宇宙だけじゃない政治的な意図も絡みますし、彼らへの外国の圧も変わりますし、その微調整、まさにここは政策が重要な部分だと思いますね。技術だけじゃ語れない。もう外交そのものというか、技術ではないですよね。そうだと思いますね。ただというか、僕はもう完全にニュートラルな視点で見ようとはしてるんですけど、例えば中国が世界平和というか、平和利用かな、宇宙の平和利用を目指してるっていう言葉を聞いて、そう思ってるんだっていう風に考えることもできる反面、例えばでもそれの裏でASAT の試験とか作ってるじゃんみたいなのを考えると、なかなか素直に受け入れられないというか、ASAT って衛星破壊技術ですよね。アンティサテライトテクノロジーか何かで、そういうのを見ると言ってることとやってること違わないみたいな視点にもならないですか？もちろんそれもあると思いますよ。あと衛星を意外とモニターしてるみたいに いきなり軌道外してみたりとかやったりするのでね、そこは分かんないですし、米国ではカウンタースペースケーパビリティっていう対宇宙空間能力のレポートに携わってたんですけど、そこでもありますしね、技術はね。それをどう使うかは分かんないですよね。でも使わせないためにも、悪い意図で使わせないためにも、それはすごく、対話っていうのは、言うのは簡単ですけど、本当にニュートラルな視点で見るのすごく大事だなと思いますね。特にアメリカで今過ごしてるからか分かんないですけど、
ブレインウォッシュされたようなものとかが多いのを見ると、いやそれは真の議論ではないなって思っちゃうんですよね。やっぱりそこはそれこそ事実ベースエビデンスベースで話すべきで、それから想像するのは自由ですけど、何が本当にあったことでどこからが彼らの偏見が入ってることなのかって見極めるのすごく大事じゃないと、じゃあ中国をそういう見方にしちゃうと、中国についていく、じゃあ東南アジアの諸国って日本とずっと協力してますけど、彼らについていくからってそういう見方をできるわけじゃないじゃないですか。でどこにどんな意図があったのかで、それがいつ何のセクターでっていうのを多分すごく細かく見ていくことって大事で、それは宇宙政策だけじゃなくて、今国際状況でこれが起こったからこうしてるんだみたいなのの、やっぱり意図インテンションっていうのを見極める力で、クレディブルなインフォメーション、何が信頼できるの、誰の言ってることが正しいのっていうのを、中国がそれを見極めるのは一番難しい例ですけど、そういうでなんでそのギャップが起きたのみたいな、理想と現実で、やっぱり悪いことしていい結果が得られるかってあんまりそうではないんですよね。やっぱり国際社会の意見っていうのもあるので、彼らはそれをやることによってもらった損もあるでしょうし、それでもやりたかったものって何みたいなところをすごくクリアなブレインで毎回毎回でも過去にやったじゃん、あるけどそれを知っとくことも大事だけど、いやなんで今回やったのみたいなのをすごくバイアスなく、人間だからバイアスありますけど、そこを見極める力ってポリシーメーカーとしては大事にしていきたいなと思ってますね。あとは人と人との対話、その中国国籍の友人とかもいますし、その人たちと話すとちょっと印象違いますよね。ニュースで言ってることと全然違いますよね。っていうのを見たりだとか、そこは大事だなと思いますね。実際に今職場にその中国のお友達がいるってところで、やっぱその一人と接するとやっぱ感覚が違いますよね。本当に習近平が取り仕切ってるような、進め方っていうイメージで、中国の方とお話、中国出身の方とお話しすると、そういった雰囲気を受けないというか、もう今まで自分たちが接してきたような、周りの日本人だとかと同じような感覚で話してたりすると思うんですけど、やっぱそういう感じ、同じような印象を受けますか？もちろんそれもありますし、それとそのプライベートな話と、インターナショナルなネゴシエーションの舞台で見せる面を変えるっていうのもプロフェッショナルとして大事ですし、常にそこはね難しい部分ですよね。やっぱりポリシーメーカーも人なので、でもそこでこそポリシーメーカーの腕の見せ所なんだと思います。そこをどう見極めるか、そこをどう自分の感情もコントロールしないといけないですし、今やっぱり国のポリシーメーカーとして働くなら、その国の未来を思う、日本国の未来を思い浮かべないといけないっていうところもありますし、国際機関で働くならもっと違うやり方もありますけど、そういう部分を、常にいろんな多面的な情報集めをして自分の中でこう世界を構想していくというか、自分のマインドでっていうのが本当に今スペースポリシーが未熟だなって思うところの一つで、研究の分野でもなんですけど、データコレクションで終わってる部分が多いんですよね。これあったこれあっただからこうなるじゃなくて、そこから生まれるものって何みたいな、そこからのノーレッジって何なの、そこからのもっとサイエンスだとかフィロソフィーみたいなところって何なのっていうのを今すごくやりたいなと思ってて、そういう意味でPhD1 年終わりましたけど、ちょっとすごく不満足なところがその面ではあって、そういうところをもっともっと何かを作る人ではなくてはいけないなと思いますね。分析だけじゃなくて、その分析から得られる知識とかを集めてきて、それをさらに普遍的ななんていうんですかね、抽出してデータから得られる知識を抽出して、そのデータだけじゃなくてそこの
そこからなんかもう見えるルーというか、今じゃあ宇宙政策の現場はこういうデータがあるからこそ、その一個上の抽象度で見ると、実は国々の考えてることはこういう点で一致してるとか。もちろんその中に具体の知識もあると思いますし、自分の頭の中の引き出しっていうのをそういう風にストラクチャー構造化できればすごく面白いなと思う。それこそいつも世界地図が入ってて、どこの国ってやったら矢印が見えるみたいな状態になるとすごく面白くないですか？できてるって言ってないですよ。それができたらすごく面白い。その中でそれこそさっきのプライベートの話だと文化面になりますよね。でも政治面はちょっと違うよねみたいな。で歴史はまたちょっと違うよねみたいな、なんかそういう 3D で特殊なもっと目ですね。 4D かもしれないですけどそういうところが見えてくるともっともっと生き方が変わるというか、ポリシーメーカーに限った話ではないと思ってて、自分の世界観っていうのをそういう風に広く持ってるパズルみたいに毎回組み合わせていくとすごくなんかこの世の中面白いなって思えると思います。そうですね。宇宙技術のちょっと話変わりますけど、宇宙技術のまあデュアルユースというか、民間でも使えるし、軍でとしても使えるみたいな側面が結構、あって、例えば、観測衛星とか飛ばした時に災害対策になるし、で、農業とか、例えば植生がどうなってるとかっていうのが、赤外線だったら、見えるし、すごくビジネスにも使えるし、一方ですごく高性能な写真とか撮れるとすると、どこでも監視できちゃうっていう、この何ですかね、宇宙技術だからこそのこのデュアルユース性っていうのはなんかどう捉えてますか？それについてすごくアメリカで議論した1年だったんですけど、デュアルユースって何なんだろうねって言葉すごく今説明していただいたのであってはいるんですけど、誰がその目的で使ってるのっていうのはすごく疑問に私は思う部分があって、技術ってデュアルユースですよね全部。宇宙に限った話じゃなくてなんだって本当にくだらない話をするともう本当になんだって洋服だってないかもしれないですけど使い道があるとそこには目的が違うだけで技術が違うわけではないよと思うんですよね。っていう中で今それこそデュアルユースやろうっていう流れは起きてますけど5年前ぐらいからビジネスがそこに行くのは私はあんまりフィジブルじゃない、あんまりうまいやり方じゃないなっていう風に見てて。っていうのも、何のためにデュアルユースであって、何のためにセクターが分かれてるかで、安全保障用に作らなきゃいけないものっていうのは、素早くやらないといけないですし、信用性が求められるし、情報は外に出せないですよね。でもビジネス側にやるのって言ったらもうちょっと違うビジネスモデルだったり戦略があるじゃないですか。外に出したいですしアピールとしても汎用性が効くものがいいですしっていうのを一緒に作るってどういうことみたいな、一緒のサービスにはなりえないんじゃないのみたいな、でその特徴が違うものを一個に据えようとするとすごく難しいなって感じたのがEU のイーサー関連の事業をそれこそ観測の事業大きい事業があってそれをデュアルユースにしようっていう流れがあったんですよね。特にウクライナ戦争直後から。それ今まで民生用に使ってきたけどこれ軍用にやったらいいんじゃないのってそれから何の進展も聞いてないですね5年前からやっぱり難しいんですよね。そこはちょっとデュアルユースっていう言葉が一人歩きしてはいけないなとは思いますね。もう作ってそれが使えるかどうかっていう、作った後の話はできるけど、なんか目的としてどっちも使えるように作ろうみたいなのが間違ってると思います。でも政策としてはすごくいい言葉なんですよね。ポリシーメーカーにとっては政策を作る上ですごく使いやすい言葉であってそれを言うことで何ができるかって言ったら複数の省庁からお金持ってきて一つの事業が作れるんですよ。なので多分ねこれが使いやすいと思ってるのは政策
側だと思いますね。それをやることでの目的の、大きい目的の一致と、それにつぎ込むお金の肥大化、とダブルになる。もしかしたらトリプルになるかもしれない。なのでそこを民間側が見るデュアルユース何っていうのと政府側が使ってるバズワードで、そういうのってすごく宇宙政策多くてバズワード多いんですよね。でもね、あんまりセクターによってはちょっと使えないよそれっていうのもあったりするので、そこを勘違いしてはいけないと思いますね。うわ、そうなんですね。バズワードに引っ掛けられてました。てかデュアルユースとかやっぱそうなんだろうな、他に何かありますか？そうするとなんか宇宙の持続可能性みたいな話もどうなん私はですか？サステナビリティはどうなんでしょうね。セーフティーはあると思いますよ。サステナビリティすごく難しい議論だと思いますね。で、少し説明させてもらうと、セーフティーっていうのは衛星の宇宙に飛んでる物体の安全を守るっていう意図で、そのセーフティーとセキュリティをもし分けるとすると、セーフティーは不本意に故意的じゃないリスクからの守る。だからデブリだとかそういうものですよね。あとは太陽フレアとかのも含みますし、でセキュリティってなった時はそれこそ先ほどお話しいただいた ASAT とかそういうカウンタースペースのものでカウンタースペースが後に来るのか、でも意図的な攻撃から守るっていうのが、でこの2つは衛星の本体の話をしてて、サステナビリティってなると環境全体の話をしてるんですよ。でそれを守っていこうってものなんですけど、難しい議論ですよね。どこにサステナビリティのそれこそ研究室、今の大学の研究室に行った時に指導教官から言われたのは、サステナビリティって何っていやもう答えられないですよね。そうですよね。すごいいい議論ですし、いいビジョンではあると思うんですけど、それを具体化するのは、まだまだ難しい。議論の余地がある。できないって言ってるんじゃなくて道のりが長いなとは思いますね。それこそコリジョンアボイダンスリスクというか、コリジョンリスクも宇宙のそのサステナビリティの一種ですし、でさっきの話だと衛星一つに対してのセーフティーとセキュリティはまだ別の話でも、セーフティーに関して言うとサステナビリティにちょっと関わってくるんますよね。多分衛星がたまたまなんか壊れたりすると、たまたま何かしらの影響で壊れたりして制御できなくなったりして、そうすると、その衛星が制御できなくなって変なとこ行って壊れてみたいなので他の衛星に影響を与えかねないとっていうので、全く不可分な部分ではなくて全くそれだと思います。その分け方じゃこれもねすごく学問的で、本当に実務やってる人からしたらなんでそんな分けるんだよ、分けられないでしょってなると思うんですけど、今議論を整理するために分けさせていただくと、セーフティーっていうのは多分ビジネス意図があるんですよね。ミッションをコンティニューさせる、ミッションを継続させるための意図がある。でも環境全体は別にいらないよって、自分の衛星を守りたいから環境全体はやらなくていいんじゃないっていう意図がまだまだあると思うんですよね。そこ混み合ってますよ。すごくデブリも増えてますよ。でも今避けられない状態かって言ったら多分そうじゃないんですよね。っていう段階でビジネスインテンションがまだセーフティーにしか言ってないんですよね。でなんでビジネスの話するかって言ったら、誰がお金出すのっていう話になってくるじゃないですか。で政府がそこに、サステナビリティになんでお金出すかっていう議論もまた別なんですけど、すごく難しいんですよね、そこはね。デブリをなくそうみたいな、そのデブリをもっと作らないためにっていうのはすごく大事な議論だし、今すぐにやるべきことだと思うんですけど、デブリを減らそうみたいな議論がサステナビリティにはどうしても出てくる。二面性ありますけどね。で出てきますけど、そこへのまだまだインテンションっていうのは重要だけど低いのが悲しい現実なんだと思いますね。今のそのデブリ除去みたいな話をすると、民間で何個か企業も出てきていて、で何ですかね、
大きなデブリを直接掴みに行こうみたいな話から、レーザーで撃ち落として、レーザーで減速させてしまえ、それで大気圏突入させてみたいな話ってあって、これに対してこう積極的に政府が支援していくというか、なんかインセンティブをつけるみたいなのはやるべきなんですかね。難しいところですよね。その事業だけじゃなくて、その企業がそれこそ日本だと、ソロスケールさんとかがグローバルに活躍してるから、国際的な名前をネームバリューとか国際的に日本の宇宙での活躍っていうのを見せるために、そこに産業形成とか経済成長のためにお金を出してる点もあるじゃないですか。あのそうですよね。やってはいかないといけないけど、どれだけお金出すとか、そういう部分は本当にその加減が難しい部分だと思いますね。個人的にはやりたいですし、個人的にはそれがずっとのテーマで、前職セキュアワールドファンデーションっていうアメリカのシンクタンクにおりまして、そこはもうスペースサステナビリティだけのために作られたシンクタンクでありますし、国連のアドバイザーでありますし、なのでそこはやっていかないといけないと思いますけど、それが難しいのはデブリを除去するだけじゃやっぱその先というかデブリを除去するっていうマーケットの大きさの、今後の余地がない、今後の、見込みが他の例えば宇宙の他の分野に比べて小さいからそこまでなんだろリソースかけられないよねとかっていう話なのか、すごく大事なんだけどなんか、他の大事なこともあるよねみたいな話なのか、どういうところで難しいんですかね。どちらもあると思うんですけど、広く言うと優先度が低いですよね。それは皆さんすごく感じていらっしゃるところだと思いますけど、あとはそこの市場を作るまでにもちろん今やっとくことって大事で、それは成熟すると思うんですよ。だけどそこの成熟させるまでにすごくいろんなステップがあるなって思ってて、その技術だけじゃなくて、例えばじゃあそれをやるためには企業さんへのインセンティブとして、自分の衛星がデブリを出したらお金払わないといけないよみたいなのがレギュレーションビジネスなんですよね。そのレギュレーションがついてこないといけないですし、じゃあそのレギュレーションが、できるまでにもすごいいっぱい時間がかかるのもありますし、じゃあできたとします家庭で、じゃあそのデブリじゃあ2、3センチこれ誰から出たのって分かりますか？っていうのを分かるまた技術が必要ですよね。で SSA ありますけど、誰のって判定できないですよね。そうですね。もう出ちゃったらなかなか判定できないですね。それをしかも国際的にこれあなたの国ですよって言えないですよね。そういうところが多分ね、長い道のりでサステナビリティっていうのが難しいアンブレラワールドなんか言葉のになってしまってる原因、解決策はあってほしいと望むばかりですが、まだまだそこにはいろんな道のりがあるんだなと思ってますね。そっか。そうすると、解決する策を考えるっていう、技術を作る、プラスそれのための政策を考え出すと、じゃあさっき言ったようなデブリを確認するための技術というか、さっきの誰が出したものですかっていうのを確証させるための技術、地上からのレーザーだったりっていうのが成熟しないと、その話に持ち込めないと。持ち込めないですし、持ち込んだとしても嫌っていう国がいるので、国際的な標準化にはならないと思いますね。なるほどね。でも面白いですよね、デブリの話はっていうのも、一番そのサイエンスが好きな人とか技術が好きな人にとってはもうこれワクワクが止まらない授業だと思いますよね。まさに新しいことをやってますし、そんな制作だから今制作の話をしないといけない身としてこんなくだらない批判をしてますけど、でも面白いし、人類の未来にとってはすごく重要な、議論だとは思いますね。そこをどうしても推し進めたいなとは思ってる所存ではありますね。ですね。もう技術者からすると、僕からするともう本当に
デブリつかみに行く衛星作るなんてすごい面白いだなっていう感じで、普通の衛星とかって、地球の方向を向いてたりとかあんま動かないんですけど、やっぱそういう動きがある3次元空間で動きがある衛星とかって、その分野の人からすると特殊で、ものすごいもうやっててやりがいしかないみたいな部分なので、技術者からするともっとこういうことやりたいよねっていうそうですよね。っていうところになると、うんやっぱりそれをやってらっしゃる企業さんからすると、そこも絶対必要な技術だけど、現実問題としてそのサステナビリティオブビジネスって考えた時に、やっぱりその技術を使った今使えるサービスっていうのも必要になってくるんでしょうね。それが今軌道にあるもの、リフュエル、再燃料するだとか、そういうサービスみたいなところっていうのは大事だと思いますね。それがまさに宇宙産業を育てるモデルだと思いますね。絶対に将来やらないといけないことがあると。でその技術がある程度できた時に、その技術使ってじゃあ今のニーズにも応えようって、そうすることで幹事からちょっと抜けるじゃないですか、市場のニーズが出るじゃないですか。そういうところを巻き込むっていうのがこれから大事になってきますし、それを出したすごい例が日本にあるっていうのは日本の強みだと思いますね。それこそ宇宙の交通整備というか、燃料補給もあり交通整備もしつつ、今無法地帯ですからね、ある意味飛ばしてしまえば何でも自分でできるし、そこにある程度監視はつくし、トラッキングはされますけれども、基本何やっても大丈夫みたいなところがあるんで、これからいろんな人が宇宙にアクセスするっていう時代になればなるほど、そこのルールというか、あんまこうガチガチにするのは嫌ですけれども、ある程度作法は作らないとダメだよねっていうところもあるし、で無法地帯、例えば燃料がなくなったらそのまま衛星放っとくともったいないよね。で車だったら、燃料なくなったらレッカー車運んできてくれたり、燃料を補給するための車を持ってきてくれたりするっていうので、それが増えてくれば増えるほど、宇宙経済ってどんどん盛り上がっていくのかなっていう感じはしますよね。まさにもう今おっしゃっていただいたので、政策が大事だよっていうのが伝えたと思うんですけど、本当にルールメイキングなんですよね。なので規制だけじゃないですし、そのルールメイキング、宇宙ってすごく限られた資源じゃないですか。でしかもシェアしないといけないっていう中で、そのアロケーションってやっぱり大事で、その ITU さんが今やってるスペクトラム周波数のアロケーションだったりそうですけど、あとはやっぱり地上でやった過ちをもう一回やらないどこうみたいなところですよね。コンフリクトをもう一回起こさないどこうみたいな部分っていうのがルールメイキングの重要な点だと思ってます。でもすごく私のポリシーメーカーとしてのなんか人生をもう一回、自分の目指すところを変えさせるような一言をオーストラリアの教授でずっと宇宙の国連の宇宙の議論で議長さんをやられてる方に言われた言葉なんですけど、ルール作るだけが一番の仕事じゃないんですよね。それこそ宇宙条約、今それが理由になって起きてるいろんな問題だとかいうのもあるじゃないですか。ルールを作ってしまうと、特に技術分野だと100年後の未来でそれが害になってる可能性っていうのも十分ありえて、一個文言作るって重いんですよね。じゃあポリシーメーカーの仕組み何って言ったら、役割何って言ったら、多分ずっとモニターし続けるっていうのが大事だと思ってて、今全然条約できてないじゃんって批判されますけど、この間にどれだけの人が何もリスクが起きないように、何もなんかコンフリクトが起きないようにしたかっていう、この条約だけで守りきった、でこの条約の解釈を広げてきたっていう功績も認める必要があるってその方は言ってて、私はすごくそれに感銘を受けて、ポリシーメーカーになったからにはですよ、生涯かけてなんか一本作りたいじゃないですか、自分の名前載せたいですよね。これ作りましたって言いたいですと。傲慢じゃダメだと
なるほど。それを今すごく肝に銘じてますね。っていうのも本当に人格が問われるところで、そうやって一番ずっとモニターしてた人はもう誰にも知られないんですよ。もう影の立役者だけど、そういうのが大事だったりするんですよね。なんか大きいことしたポリシー作ったっていうよりも、リスクを予見してこれダメだよダメだよってずっと言っとく。で時にはその政策の優先度を上げるっていう手技も見せないといけない。今リスク起こるから上げてって。でその時に宇宙だけじゃなくてサイバー持ってきて、宇宙サイバーっていう名前で内閣の大綱に載せるとか、そういうところもやらないといけない。でもそこにやるタイミングとやれるものっていうのは今までのずっと実力とその人の発言力がないとできないことで、そういうところを地道につけていく。でも謙虚であることっていうのがすごく問われるポリシーメーカーだなと思いますね。なるほど。そういうのを視点で今活動しようとしてるというか、まあ何か絶対作ってやろうっていう視点じゃなくて、その作ることがだけじゃなくて監視するで、バランスを取るみたいなところですよね。なるほど。バトン渡しですね。もう次世代への。なるほど。今までもらったのをもっと良くして渡そう。でその時必要だったら書きますけど、でもそれが制限になるっていうのも覚悟して責任を持たなきゃいけないっていうのは大事だと思いますね。宇宙条約が出てきましたけど、さっきお話の中で宇宙条約の中で僕が特に気にしてるのは月の、宇宙にある天体の資源を国が領有してはならないっていう部分、これは今のところ、ものすごく効果があるというか、どの国に対してもこれがあるからこういうふうに、これがあるからこそ動きはこういうふうに決まるみたいなのが、あるような気もしてて、ただ今1900宇宙条約が制定されてから結構経って、今まさに月に行ったり火星に行ったりっていうことがで、持続的に開発したりっていうところが現実的になりつつあって、そうするとやっぱ月に例えば何か物を送って、例えばそこにある意味基地を作ってしまえばもうほぼそれは領有みたいな感じ、所有するみたいな感じになると思うんですけど、それってなんだろう、例えばアメリカでは2015年には別の条約じゃなくてアメリカの中で法律で、民間企業がこう開発してもいいよって、領有の話はしてないですけど開発してもいいよっていう風な話をしてて、でそれを言い出すとでももうある意味国が民間を通して保有しようとしてるんじゃないかなみたいな感じに思うんですけど、なんかそれはどうしようもないんですかね。アメリカのそれは、まだまだグレーゾーンですね。条約へのものとしてはまだまだグレーゾーンで、やっぱり限定的なものがあって、天体っていうと月だけじゃないですし、火星はどうするのみたいな話になってますし、今月に注目があるのは水資源があるって分かったから、それを活用してそこで燃料をもう一回補給して月をガソリンスタンドみたいにしたら次もっといけるんじゃないかみたいな議論があったり、水って本当に人類にとって絶対に不可欠なものですから、その月面での暮らしみたいな話が出てきたりとかするので、そこに注目が集まってますけど、それもでも地上でもまだまだマイニングの話って鉱業ミネラル掘ったりだとかで、航海で掘ったものってどうなるのみたいな議論もまだまだ残ってますし、それは、それこそ先ほどのルールメイキング今するだけじゃないよって言ってた方はずっと月資源に関わってる方なので、それはすごい難しいですよね。技術がある国が全部取っていいのかって言われたらそうじゃないですし、でもそれを技術が今発展してるところ、産業が発展してるところでルールが止めちゃうと、その技術ってもう育たないじゃないですか。なので今止めるべきタイミングではないんですよね。でそれがまだどれだけのお金になるかも分かんないじゃないですか。それがねテクノロジーポリシーじゃなくてサイエンスポリシーの面白い部分で、
まだまだそこの科学、そこに何があるかわからない。うんどこでどう反映するかがわからない。その時に事前に何かルールを作れるかって言われたら、それはやっぱり作れなくて。うんこれはすごく難しい議論になると思いますね。で多分加速するのは本当にそれこそ iSpace さんとかが月面着陸して何かを取ってくる。で、本当に価値のあるものだと分かる。で、そこにお金としての価値が今この世の中では価値基準としてのものになってますから、そこの値段がつくってなったらすごく変わると思いますね。なるほど。でもそれが変わった瞬間が本当に何か誰かを犠牲にしてないかっていうのを考えるのは絶対に大事で、そっか。それで、やっぱちゃんと状況分かった上で、かつある程度その法律もしくはそういうルールを作ったらこういう未来になるだろうなっていうのが、理解できてある程度想像できた状態じゃないとなんかルールを作るのって確かに未来の犠牲を払ってそうで怖いってことですよね。うん。それがどの誰かのアクターに対する犠牲、それこそ今から技術をやっていくアクターかもしれないし、これからまた来る他の国っていうこと。それもありますし、その技術自体の可能性を止める可能性もあるじゃないですか。それも良くない？なるほど。なのでそれこそそこがすごくねレギュレーションビジネスの難しい点だと思いますね。そのやっぱ割というかその宇宙、例えばその月資源に関わる政策をされてる方とかって技術の大事さはやっぱこう分かってるというか、技術がこう及ぼす悪影響を止めようとしてるっていう視点と、技術があって、そのこれから得られる技術の果実は止めたくないっていう視点両方、さっきテクノロジーはダブルエッジソードというかどっちにも使えるっていう話が出ましたけど、そういった面でやっぱ法律、ルールを作る人たちもその、技術との兼ね合いというかを常に見てるんですかね。もちろんその話には2つあると思ってて、技術もコントロールできないじゃないですか。アインシュタインじゃないですけど、作った人にとっては将来どうやって使われてるか分かんない。で、2つ目の議論がやっぱり使うのは人間ですし、目的がそこにはありますし、その方向性って多分エンジニアとはまた違うところに行くかもしれない。それが政治である可能性がすごく高いですよね。っていうところがポリシーメーカーのそれこそブリッジングって言いますけど、そこをブリッジする大事な点であり、難しさであり、やりがいであり面白さであり、そういうところがすごく複雑に絡み合ったところが政策なんだろうなと思いますね。なので規制は本当に一つの手段でしかなくて、もっともっと産業育成だとかそこを見極めるコントロール、本当に目が大事な、世界ですよね。なるほど。なるほど、なるほど。ちょっと、今から今のアメリカの動きについてもうなんか笑いがもう苦笑いで出すけどてきます。じゃあ率直に今のアメリカに対する感想というかを述べてもらえますか？難しい局面にいますよね。それこそソフトパワーを自分から投げ出すような政策をしてるので、でもね一概には言えないというか、それこそ関税だって多分経済だけが目的ではないんですよね。あれの目的に移民が入ってたりだとか、今のいい意味でも悪い意味でも大胆に壊そうとしてるので、今までの作ってきたものをその中に手段としていろんなところに政策があって、それにみんながリアクティブに反応してますけど、でもそれの交渉をするにはやっぱり全体感、彼が思ってるものっていうのを見極めないといけないですし、その大統領であってもいろんな意見が変わったりする方なので、そこを見極めるのも大事だと思います。っていう中で宇宙政策、宇宙は伸びると思います。でも伸びる方向が変わると思います。まさに最近あれですよね、アメリカの予算案
というか政府が出した予算案もかなりこれまでのアメリカの宇宙開発の予算をカットしてかなりカットして、例えばあれですよね、ルーナーゲートウェイとかもカットして、月開発もかなり一部カットして、これまでの他の分野もカットして、なんだ宇宙に関する科学もカットして、まあ、火星に行くことをもっと第一にしましょうみたいな政策を打ち出してますけど、そういった意味で全然まあ予想してた人にとっては予想してたっていう、まあ、野口聡一郎宇宙飛行士も多分ツイッターでなんかそんなことをおっしゃってましたけど、全然変わっていって、これがやっぱ国際的な動きに、他の国の動きにどう影響するのかみたいなところ結構気にしてるんですけど、もちろんでも一個はパフォーマンスだとも思いますね。これが本当にここまで激減するとは思わないです。また議会からのいろんな調整だとかが入って、いやダメでしょっていうのも入ってきたりはするんですけど、変わらないのは優先順位はまあそのまま行くんだろうなと思いますね。それの中にはまあイーロン・マスクの意向も入ってますし、あとはなんであそこにかけるかってすごく見た時に、彼ら予算を決める時にずっと意識してるのは民間のエコノミーも考えた上でいろいろ立ててるじゃないですか。政府の役割はちっちゃくていいと。ってなった時になんで他の減らされたかっていうと、多分2つ理由あって、1つは民間でできるよねって、もっと民間がやった方がいいよねの部分で、 NASA 別にやらなくていいんじゃないみたいな、まあ NASA も役割がね今とても変わってきてますし、であと一つは、まあ、国際協力はあんまりもういいんじゃないみたいな、お金にならないでしょっていう点、多分そういう風に見てるんだと思いますね。でもお金を出すのはいやそれは民間だけじゃいけない金額だし、火星だって月だってそういうところは今までも出していこう。なので宇宙がマイナスとして見られてるわけでは決してない、宇宙は大事な要素なんです。でもそこへのお金のつぎ込み方だとか彼らが描くピクチャーが違うんですよね、っていう意味で国際協力なんでっていうと、もっともっと彼らは安全保障に舵を切りたいでしょうし、今までのサステナビリティの議論だってSSA っていう宇宙監視の技術がありますけど、彼らが必要なのは SSA の民間用じゃなくて SDA の安全保障用なんです。なのでサステナビリティももっとそこにお金がいくよねみたいな、今すごく単純化しましたけど、そういう部分でお金は増えるか変わらない維持になると思いますけど、目的が変わると思いますね。そこにすごく合わせないといけない、っていう中でまあ、日本がどうそこをフォローしてはいけないと思ってて、イニシアチブを取らないといけない、彼らのもっと先を行かないといけない、そういうところの交渉力って誰が持つのっていう、でそれの国内の意見をまとめるの誰っていうのが今全然足りてないですよね、構成として。それをやれる組織とセクターがアクターがまだまだいないのかなと思いますね。アメリカが、まあ、世界の、まあ、宇宙開発のリードを、まあ、インターナショナルの協力関係の中のリードをしてたっていうところから、その前提が今崩れて、まあ、ソフトパワー、さっきのソフトパワーを、まあ、ある意味放棄してというか、自分たちでできますよっていうところの舵を切ったってことで、日本もぼーっとしてると、っていうかもうほぼ今のままだと、これまで本当に宇宙開発って日本はアメリカに頼りっきりなところがあるので、今の方針からさらにまあこれからどういう方針になるかっていうところは早めに見つけないといけないし、そういう組織を作らないといけないし、まあ、それこそトヨタが開発しようとしてたルーナーなんだっけローバーとかももういらなくなるとかなるとかなり打撃がでかいと思うんですよね。意外とね、なんか全面的な話ではないですけど、部分的に見るとそのお金のならないものを回されてるケースもすごく多いんですよね。特にガバメント同士、その日米で政府同士でやったプロジェクトとかだと、アメリカはもうあるじゃないですか、実のなるエコシステムが。でお金のなるのもやってると。だけどその中でも必要な技術ってちょっと足りてないのとかがあって、それを任されちゃう補完的な立場に日本がいてはダメなんですよね。
それはもっと対等にしなきゃいけないし、なんならもっと先、いやこれはもう日本じゃなきゃダメだよねみたいなところがあれば、理想の話ですけどね、すごく難しいですけど、そこをやっぱり見せ方でも変えないといけないなって思うのが今すぐにできることですし、今のアメリカの大統領がすごく気にしてる部分は見せ方なので、そういう部分で日本がどういうポジショニングをするか、それによってついてくる国もいますし、ヨーロッパは今脱米の動きでもう次の先は日本しか彼らにはすごく見てる部分だと思いますので、サプライチェーン独立したサプライチェーンどこで作るかみたいなところで日本はまあいいポジションにいるんですよね。まだまだどこからも離脱してないですよね。そういう中でアメリカにフォローするっていうのを見せちゃうと他にもすごく影響が出ると思います。なのでどういうそこで彼が好きな言い方で言うとカードを握ってどこでそのトレードをするかっていうのも彼が宇宙にマイナスの方向に出たり特に宇宙ではアメリカはマニファクチャーですごく儲かってるところなので、そこにタリフがあまり影響がするとも大きい意味ではちっちゃい部品とかはあると思いますけど思わないのでそこはすごくあとは毎日すごく変わるのでね、ワシントンにいると本当にもう朝6時にツイッター開けても何なのみたいな毎日なので、そこにアップデートしていくのが大事かなと思ってて、企業さん特に戦略策定の部門でもやっぱりそこまで手は届かないじゃないですか。政治を把握するなんてビジネス戦略とはまた違うんですけど、でも今後はもしアメリカを考えるのであればというか考えないといけないと思いますけど、そういうところの第一次情報を取ってこれるニュースには書いてないので、ニュースはもう全部フェイクか言い回しに騙されたものだと思ってもいいぐらい本当に真の彼の目的は何なんだっていうのを見ていく。で彼の周りにもいろんな人がいますし、そういうところをすごく見ていく必要があるんじゃないかなと思いますね。日本人の国民性というかなんだろう、そのアメリカの自分たちでやりたいっていう、アメリカンファーストというか、あとなんだっけ、自由な国っていうイメージで、自分が成したことは周りに、認められたらそれで成功していくっていう文化がアメリカだと思ってて、でそれに対して日本ってやっぱまだそれこそ鎖国からやっと西洋の文化を取り入れ出したのも200年前とかですし、で民主主義になったのも明治が終わった後ですしとか、結構この何ていうんですかね、ヨーロッパを出てアメリカに行ったっていうその野心家たちに比べるとそういう国民性の情勢が必要なのかなというか、あんまなってないなっていうような感じはしてて、そういうのを考えると何ですかね、その起業家精神が足りないって、一言に言ったらそういうふうに聞こえるかもしれないですけど、そういう何ていうんですかね、国民性も考えるとなんか宇宙、そのトランプ大統領相手にできるような政権ができるかとか結構気になるんですよね。それって日本人できるのかなって不安になったりするんですよね。すごいフィロソフィカルですね。いいですね。そういうのを私はやりたかったというか話したいものなんですけど、いやでもね、思ってる以上に日本人企業精神あると思いますね。他と比べても特に宇宙スタートアップの社長さんなんて皆さん企業精神にあふれた人。何がイーロンと違うかってお金なんですよ。狂った億万長者これがすごく多分大事なんですよね。宇宙に行こうなんてもう火星に行こうなんて言っちゃうような、でもそれだけお金あるよ、テーブルに乗っかってるよ、はい行けるよみたいなところ、多分そのね精神みたいなところはもっともっと日本はグローバルでイノベーティブだと思うんですよね。なるほど。それを育てる環境と挑戦を許してくれる環境、初号機に衛星なんて乗っけたらダメっていうのが通じないですよね、この国は。そういうものですよね。もっと挑戦させてよって。なるほど。
あとあれですよね、狂った億万長者でかつ賢くないとダメもちですよね。ろんもちろん。ステムでもの知識が必要。多分ね、一人がそれをやることはいらないんですよね。経営者は別にあったらベストですよ。でもそこはあんまり望まなくて、それの側近であるブレインを信じる素直さだとか、誰かそのついてくる人をカリスマ性ですかね。とかあったりとか、そこへの信頼だとか、そのタックルになればいいと思ってて、別にイーロンがすごいからスペース X が成長したわけではないので、彼に下にいる最初からのメンバーでブレインがいたし、そこに続くブレインがいたし、みんな一人一人が自主的にやってるっていう文化性もありますし、なのでそんなにやっぱり誰かのリーダー、企業のリーダーでも国のリーダーでもですけど、覚悟ですよね。この人たちを支えて、あと覚悟とビジョン、ここに絶対進むと。そこに曲げない人がいたらいいんだと思いますね。それは日本企業もやっぱまさにやっているところではあるってことですかね。まさに。あとはグローバルな視点はすごい必要ですよね。やっぱり宇宙は国内市場ではないので、本当に国際市場、グローバルに見ないといけない。っていうところでビジネス戦略を間違えちゃうとダメっていうのと、あとはまだまだお金になる産業ではないのかもしれないですね。成長はしてますけど、でも限度もあると思いますし、すごく政策の中で難しい議論が、宇宙インフラってクリティカル重要インフラの項目、じゃあ14今日本決めましたけど、そこ入るのって言ったら難しいんですよね。入んないんですよね。っていうのも、絶対代替があるんです。アルターナティブがあるっていうんですけど、そのドローンで変われるよねとか、飛行機でよくないとか、なんかもっと安い選択肢があったりするので、そのコストがちょっと変わればね、また変わってくると思うんですけど、そういう部分で見ていくと、宇宙技術じゃなきゃいけない日常に関わるのってすごく限られてる。ないとは言わないですよ。でもすごく限られてる。で、それを100%信じられるものっていうのも限られてる。その信頼性と、それが一個壊れた時にどれだけ社会経済が破滅するのかっていうダメージ度とかもまだまだそこはあるし、どこまで天井も多分ありますし、そういうところでね、どこまでパラダイムシフトが起こるかですよね。直近で見えてるのはファルコン9がパラダイムシフトにはなるじゃないですか。それこそ初めて宇宙産業の中でそのロケットの余剰ができるんですよ。っていうのも、今までロケットの1回で持ってく量に限りがあるから、制限があるから、そのコンテナみたいな四角に埋まるように、よりちっちゃいものを衛星を作ったり、大きすぎちゃダメだよね、重すぎちゃダメだよね、そういう制限があったじゃないですか。でもああいう大きい衛星がドカンと出てきて何回も飛ぶってなると、余ってるよってなるんですよ。じゃあちっちゃい衛星わざわざ作る意味なくないとかいう。でもまだそれでも宇宙で運用するなら機能性としてはいいのとか、違うね、それちっちゃいのがダメって言ってるんじゃないですけど、そういうのがパラダイムシフトじゃないですか。そういうところを見つけていくっていうのは大事かなと思いますね。なるほど。スターシップもすごいですよね。圧倒的な大きさで、軌道上に運ぶ能力で言ったら、ファルコン9も匹敵しないほどで、しかもその開発の速度がえぐくて、すごいですよね。しかもライブで映像も流して、広報も一緒にやってるというか、マーケティングも一緒にやってるというか、なんですかね、今の僕たちの宇宙産業で、とりわけ人の目を引いてて、あれすごいなって、もうすごくインスパイアされる例だと思うんですよ、スペース X って。ただそういった例を日本企業という、もちろん何個もあって、ただスペース X がすごすぎるから、ある意味影に隠れちゃうところもあると思うんですけど、これからそういう宇宙産業でもっと盛り上げていって、で次の世代ですよね。例えば今の高校生とか大学生とか
で、まあ、ここの宇宙やるならこことか、まあ、まあ、今までこう技術を磨いてきて、まあ、大学で学んでこういった開発をしたいんだっていうような思えるような分野にできるといいですよね。本当ですね。まさにその日本はそういうプロジェクトがはやぶさ以来ねちょっとなくなって寂しいですよね。そういうのがないと若手も育たないですし、みんなの気持ちアンビシャスな部分とかいうのも好きがさなんだろうな好きが下がっちゃううんので、そういう大きいプロジェクトは大事ですよね。うんうんなんかそうですね、北極星というか、うん。あそこに向かっていきたいんだみたいなところですよね。いやまさにスペース X の例を見てて思うのが、まあ、技術制作そういうのが一番それこそビジネス戦略も含めて好循環ですごく回った例だと思うんですけど、それ以上に彼らがすごいなって思うのはそこまでのコアリジョンビルディングっていうかそれの意識を共にする人が集まる環境。うんやっぱりシリコンバレーとかってまだすごいところだし、そこから引っ越さないじゃないですか。なんでかっていうとそこに人がいるから、いや窓越しにいるからそこで喋ればなんかイノベーションが生まれるっていうものっていうのがやっぱり環境とかいやこの人だったらもうどこまでもやっていきたいっていう人、うんやっぱりそこってすごく彼らの成功だし、これからも続いていくんだろうなって思う部分ですね。うんうん。シリコンバレーに暮らしてみたいな。いや本当ですよね。なんまか本当に個人的な話をさせていただくと、20代30代はそういうあの意識を共にする人たちに出会いたいと思ってて、利害関係なく出会えて何でも話せるって多分30代までじゃないですか。40代とかになるとやっぱり自分の組織の色もつきますし、でもそこが一番自分がいろんな意味で権力がつく。猫序列を言ってるんじゃなくて、多分どんなルートを言っても最大限自分のキャリアの中で発言力だとか、まあ、知識だとかそういうのがすごく上になってくるのは40代50代だと思ってて、その時に一緒にやれるこの人とならやりたい信頼できるこの人となら私だったらまだまだその高校生の教科書に書いてるような世界平和を信じてる人間なので、そこがじゃないって黒いのをいっぱい見てもそこを目指したいので、そこを共にする人と今出会いたいんですよ。うんそれが今の自分の投資ですね。それはでもねどこの国かも分かんないし、今パワーを持ってる国じゃないかもしれない人なんですよね。で意外と今目立ってる人とかも話してみたら分かるじゃないですか。もうちゃんと向き合って目と目見て、あなた本当はどう思ってるのみたいなところ、そのお金だけの話しかできない人は違くて、ビジョン何みたいな自分の人生で、多分仕事とかって一個のそれこそ、ステップでしかなくてツール、自分が世の中のために何かを伝えるツールでしかないわけじゃないですか。ってなった時に自分が目指してるもの何っていうのが熱い人と今出会いたいですね。まさにあれですよね、もう大海原にかけていく船みたいな感じですよね。まさにまさに。ちょっと最後になっちゃうんですけど、今そういった仲間を見つけて、で、まあ、何人かと一緒に、その国連だったりかなりまあ、国際的なルールメイキングでトップの位置につきましたと、まあ、過程として。でかつ、まあ、ある意味何でもできますと、なんか1個かなんか2個か変えれますと、今の現状変えれますと。で、まあ、仲間もいて、まあ、それが実現できるような体制にいますと、っていう風になるとすると何を変えたいですか。もしくは、まあ、そのままにしたいっていう、これは絶対に残したいとかでもいいですし、ここはこう変えるべきだから、まあ、自分の力つくだけでもいいから変えて、後世のこの今の私が見る未来からすると絶対ここは変えた方がいいとか、そういった点なんかあったりしますか。面白いですね。すごい考えさせられますね。それこそでもね意外と今の質問を受けて
毎日の仕事の作業だともうこれどうしても変えたいっていうのは思い浮かぶのに、そういう力を入れた時あんまり思い浮かばなくて、多分ね一日だったらやることは自分の意思とその時のタイミングだけで何かを変えてはいけないと思うので、そういう傲慢な人になってはいけないと思うので、今まで築いてきたものには全てリスペクトすべきですし、そこを変える人にはなっていけないと思う自分の信念の中で、多分やりたいことはそれこそ後世にももう組織関係なく国関係なく伝えたかったものをみんなで書くっていうのをやりたいですね。なうーんかん。なんで自分たちはこういうルールメイキングですごく白熱した議論をして何を守りたかったのか、そこが国益でもあってもいいけど、もっともっと次世代につなぐものであるはずで、おっしゃっていただきましたけど、それこそ今私が20代30代で築いたその人間関係、共にしたいっていう人間関係がそこで共に一緒に働いてるんだったら、そういう思いをそれぞれ書いて何かつなぐようなバトンにする一日にしたいなと思いますね。すごいぼやっとした答えですけど。いや、それできないんですか実際。もしそういう立場にある人がいたら。いや難しいです。やっぱり組織って難しいですよ。なんか自分がどこを背負ってるっていうのも悪い意味じゃなくて、そこの責任ですからね、うんそこをもってしてしか交渉はできないですし、そこでお金も生まれるし力も生まれるし、そういうのは全然否定するわけでもないですけど、そこを超えた議論ってやっぱり難しいですよね。仕事でいくら仲良くなって飲みに行けたとしても、本当に腹を割って話せるかって難しい部分だと思う。それが多分ね、学生の特権だと思うんですよね。学生の時って全く考えてなかったじゃないですか。でも意外とあの時語ったなんか大きな夢だとか、その人が信じてるものって変わんなかったりしますよね。うん、そういうものを私は人間の底を見たいなって思います。わかりました。今日はすごく僕が今まで考えてきた内容とかなり違う分野の宇宙政策で、あのそうですね、なんかやっぱプロフェッショナルに聞くからこそ全然違う視点が出てきたなと思って、すごい楽しかったです。ありがとうございます。私も楽しんで議論できました。また来てください。ありがとうごありがとうございます。ざいました。